2026年6月30日、セブンイレブン新商品5品です。鉄鍋炒め肉玉チャーハンです。公式ページでは、ふんわりとした卵に甘辛く味付けした豚肉を乗せた食べ応えのあるチャーハンですと紹介されています。具材は卵と豚肉、長ネギです。卵は白身感はあまりありませんが、温め後も適度に半熟感が残り、ふんわり食べやすく仕上がっています。豚肉は濃厚な醤油、みりん系のタレでほんのり酸味があります。肉厚でしっかり歯ごたえがあり、臭みは全くありません。ご飯には舌にまとわりつくような強い油感がありますが、くどさはありません。しっかりした塩味と鶏ガラの風味、均質な火入れにより香ばしさとパラパラ感があります。使用しているお米がオーストラリア産のうるち米なので、国産米と比較して粘り気や甘みが少なく、その特徴を生かした選択なのだと思われます。セブンイレブンのチャーハンや味付きご飯では最近よく登場していますね。あとご飯感強めで水気もしっかり飛んでいますので、飲み物は必須です。たまたま今回は冷たいジャスミン茶を飲んでいますが、相性は抜群です。税別648円はセブンのチャーハンとしては割高な価格設定ですが、個人的なコスパ感としては十分でした。おすすめです。チーズのトリコうまトマソース焼きパスタです。公式ページでは、香味野菜のうまみを加えた濃厚な味わいのトマトソースにとろーり伸びるチーズソースを絡めて食べる焼きパスタですと紹介されています。容器の蓋を取ると、焼かれたベーコンチーズとトマトの香ばしい香り、発酵による酸味と乳製品ならではのナチュラルチーズの甘い香り、香味野菜のかすかに苦い香りが立ち上ってきて、食欲が一気に加速します。口に含むと火入れ十分のトマトの柔らかい酸味が口いっぱいに広がります。同時にナチュラルチーズのミルク感のある甘みとチーズ特有のマイルドな酸味、少し遅れて焼かれたベーコンの脂とチーズの香ばしい香りも加わって、重層的なうまみが適度に弾力を返してくるスパゲティを包み込んでいきます。あと喉に落ちていった後には不思議とケチャップ感があります。原材料名に表記はないのですが、火入れ十分なトマトペーストと砂糖や香味野菜の影響かもしれません。個人的な要望としては、もう少し焦げ感があってもよかったかもしれません。税別530円はセブンのパスタとしては標準的な価格設定ですが、ボリューム感のある味付けとトマトのさっぱり感のバランスが秀逸で満足度は高いです。おすすめです。中華そばと煮た監修濃厚豚骨魚介冷やしつけ麺です。公式ページでは、人気ラーメン店中華そばと煮たが監修した豚骨魚介スープの冷たいつけ麺ですと紹介されています。すでに恒例となった富田の冷やしつけ麺ですが、価格据え置きで今年も展開されます。具材は味付き卵、チャーシュー、メンマ、ネギ、エビ辛味です。そして具材ではありませんが、全牛粉入りの極太麺の存在感が半端ないですね。麺だけでこれだけ食欲を刺激されるのも2009年以来の監修により、その美味しさを脳が記憶しているからです。一口目はやっぱり圧倒的な魚介系の出汁です。舌支えするしっかりした塩味と舌をしびれさせる出汁、喉をくすぐる微細な粉感とかすかに感じる苦みが誘い塩のようにうまみをさらなる高みに昇華させます。麺はいつもながらの圧倒的な弾力とほのかに香ばしい小麦を感じさせる香りと噛み応え。セブンイレブンの麺類で
一つのジャンルを確立した感がありますね。トッピングのチャーシューは冷たいながらも油感、肉汁感があり、それなりに噛み応えもある特別仕様になっています。味変のエビ辛煮は今年も健在です。麺を食べ進めていく後半で麺にまぶしていただくと、有機的なうまみを伴ったホアジャオのしびれる辛みにより魚介だしの揮発性が瞬間的に倍増します。トッピングの味玉はこれだけでお酒のつまみにできそうなほどしっかり味がついています。メンマも廉価版でありがちな嫌な酸味がなく、肉厚で香りも良いですね。コストとの見合いもありますが、満足感が上がる要因の一つです。税別648円はセブンの麺類としては高価格帯になりますが、毎年の実績の積み重ねもあり、価格的にはかなりの納得感があります。おすすめです。緑黄色野菜が取れる鶏団子のトマト煮です。公式ページでは酸味の効いたトマトソースで鶏団子と野菜をさっぱり食べられる夏向けトマト煮ですと紹介されています。200キロカロリー台前半という低カロリーでありながら、大ぶりの鶏団子が4個入り、トマトやブロッコリーといった緑黄色野菜とじゃがいもなど炭水化物が同時に摂取できるというタンパク質、脂質、炭水化物のバランスの良さが魅力の商品です。煮込み料理なのにかなりフレッシュ感を残した酸味のあるトマトソースです。チキンベースのトマトスープで煮込んだ洋風つくねですね。使用具材はトマト、鶏肉、じゃがいも、玉ねぎ、ブロッコリー、パン、キャベツ、ナチュラルチーズです。イタリア家庭料理のポルペッティ、アルポモドーロ、牛ひき肉、もしくは合いびきの小さな肉団子をトマトソースでいただく料理がベースになっているようですが、鶏肉をベースにすることで低カロリーと低価格を実現した商品です。塩味は抑え気味で、トマトのうまみとチキンスープを味のベースとした味の組み立てとなっています。夏に向けてさっぱりとしたトマト料理としていただける低カロリーの美味しいスナックです。良質のタンパク質やリコピンも摂取できて、晩酌の後の口寂しさを紛らわすにはもってこいのメニューと考えてしまいますね。背徳感が足りないとお考えなら、キッチンからニンニクチューブとドライバジルとオリーブオイルを持ってきて好きなだけ入れていただけばイタリア料理っぽいおつまみになります。もっとジャンクに行くならタバスコの大量投入もおすすめです。税別398円で提供される低カロリーで健康的な商品です。そのままでも十分美味しいですし、ちょい足しでおつまみにもなるのでおすすめです。もうチャーチャーです。公式ページではココナッツミルクと豆の甘煮などの具材を混ぜて食べるおしるこ風スイーツですと紹介されています。マレーシア発祥のスイーツで、日本でのブームは数年前に成城石井が発売したことがきっかけですが、セブンイレブンでも独自のアレンジで毎年発売しています。どちらも美味しいですが、セブンイレブンの商品はココナッツプリン感が強く、よりお手軽にいただけます。商品としては濃厚なココナッツミルクプリンの上にアングレーズ風のソース、その上に別皿で赤えんどう豆の塩ゆで、さつまいもの甘露煮、もちもちの牛皮がセパレートでトッピングされています。日本では冷製スイーツとして認知されていますが、もともとはブブチャチャという温かいお粥のような伝統的なデザートだったそうです。ちなみにチャチャは豊富なおかずまたはごちゃ混ぜを意味するそうです。そのためぐちゃぐちゃに混ぜてからいただくことが是とされているようなのですが、見た目の問題はありそうですね。味はとても美味しいです。おすすめです。さて、今日のおすすめの一品は中華そば富田監修濃厚豚骨魚介冷やしつけ麺です。コンビニ提供の冷やし麺で、味付けや具材、目新しさではなく麺を食べることを目的として購入したいと思える一品です。
制約の多いコンビニ麺の世界で2009年以降支持され続けただけのことはあります。実店舗とは比較にならない厳しい提供条件で麺を食べたいと思える商品はめったにありません。強くお勧めします。